こんにちは。こんにちは。ヤシの木リハビリ訪問看護ステーションの長谷川と鈴木です。本日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、ちょっとかなり盛りだくさんな内容になっていますが、ここですね、メインはいつもと逆バージョンでってことで、いつも同じ方向でやっているので、この動画をね見てくださっている方から、コメントいただきまして、動画見ながらやってると、ちょっと実際の現場と逆なこともあるので、こんがらがってしまうっていうコメントをいただきましたので、逆バージョンで水平移動、情報移動、気虚動作、異常動作ですねの解除を、さらっと通しながらやっていきたいなと思います。さらに条件付きで、尿バルーン付きで、さらに今回鈴木さんということで、体格のいい利用者様役をしていただきます。鈴木さん、ちなみに身長は何センチですか175です。175、はで体重は82です。82で、はい、結構、利用者様の中やったら体格はいい方だと思います。身長もね高い方だと思いますので、参考にしていただけたらなと思います。僕たちヤシの木チャンネルではこういった介護技術を紹介しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、で、尿バルーンのことなんですけど、尿バルーンに関しては異常の注意点であったり歩行の注意点とか挙げてます。これらもうちのチャンネル内で、例えば尿バルーンとか尿カテーテルとかそういう風に検索かけてもらうと多分ヒットすると思うので、そこの動画また詳しく見ていただきたいなと思います。で、それぞれのやり方も再生リストとか、あとうちのチャンネル内でキーワード検索してもらったら出てきますので、ぜひそちらの動画も見てください。では早速実技の方でやっていきます。お願いします。はい、ではね、今ちょっと鈴木さんに車椅子座ってもらってますけど、車椅子からベッドにね、移乗していきます。簡単な注意点としましては、やっぱり尿バルーンの位置ですね。車椅子に座っている段階で上げすぎないようにしてください。上げるとね、かえって逆流して感染症だったり起こすリスク高くなりますので、できたら、この袋の位置は、膀胱よりも低い位置に置くようにしてください。はい、で移乗する際なんですけど、例えばこれ左側につけた状態で移乗してしまうと、ちょっと今解除なしでやりますけど、じゃあちょっと移乗してみてください。はい、引っ張ってしまうんですね。これで、尿バルーン抜けてしまって、医療事故ですね。なのでぜひ、移乗する際は尿バルーンを先に近い方のこちらですね、ベッド柵にちょっと取り付けたりしてから、もちろんちょっと引っ張りすぎないようにしてくださいね。この管は、こちらに、つけてから移乗をしていただくってことをしてください。そうすると、これでね、カテーテル引っ張ることなく移乗ができます。で今のを解除していくんですけど、じゃあ座ってもらって、移乗のやり方たくさん動画上げてるのでそっちを見てほしいんですが、このカテーテルついている点で注意するところは、介助者自身がこれに引っ掛けないってことですね。なので普通にしてたら大丈夫です。あとこれたまにねフットサポートに引っかかることあるので、そこも見ておいてください。そういうのを見ながら、移乗します。はい、じゃあ行きます。こう移乗しますっていう感じですね。そしたら、今ね僕もどこにも引っ掛けることなくできました。はい、で来ましたと、ベッドに帰ってきましたってなった時に、横にベッドで横になりますってなった時に、これまたカテーテル、注意しながら、こうですね、気虚動作ですね、逆再生ですね。はい、こうしておけば今も引っ張ってないので OK ですね。はい、でこの時も注意点が、上に置きすぎると寝た時に膀胱よりも高い位置だと逆流してしまうってところですね。なので低い位置に置いてください。で低い位置でも床にはつけないようにってところだけしっかり覚えておいてください。はい、じゃあ今度ちょっとアングル変えて情報移動と水平移動やっていきます。はい、ではね、情報移動と水平移動なんですが、今車椅子からベッドに戻ってきて寝ていただいて、体の位置がね明らかに下にずれてますと。じゃあどうしたらいいかなんですけど、やり方はねいくつか紹介してますが、今回はベッドに乗らないやり方で紹介したいなと思います。ベッドに乗るやり方はねすごく簡単なんで、他の動画でも紹介してますけど、やっぱりベッドに乗れないっていう施設さんとかあるみたいですし、できたらベッド乗らずにやっていけたらなと思います。でその時にね絶対やってほしいのは、今やってるみたいにベッドの高さを上げてください。上げれるものを上げないとやっぱり腰に負担かかってきます。ベッドが低い状態だったらどうしても腰が曲がった状態で解除することになるので、できたらベッドの高さを上げる。はい、で吉田さん体格があるので、
力だけでやろうとすると本当に腰にきますので、できたら自分のね、体重を利用するようにしてください。で、今これベッド柵あえてつけてるんですけど、ベッド柵がない方が上方移動はやりやすいです。で、取れるのであれば取りたい。で、取れるのであれば取りたいんですけど、この尿バルーンですね、尿カテーテルですね、これがあると、今ベッド柵にぶら下げてるのでできてるんですけど、これがこのベッド柵を外しちゃうと、これどうしたらいいねんって話になるんですが、これはもし取り付けれるのであれば、このベッドのフレームとかに取り付けてあげると、まだいいのかなと思いますし、これができないのであれば、ベッドのね、横一時的ですけど置いてあげる。ただこの時に必ず抜けないように、逆流しないようにっていうのは注意が必要になってきます。一番いいのは床につけない程度で、もちろんこれが引っ張らないようにベッドにつけておくのが一番いいですね。はい。で、この時の注意点は、足元につけすぎちゃうとやっぱり、上方移動した時に上に体が行くのにバルーンだけ残された状態で引っ張ってしまうので、できたらね、移動した後のことを考えた位置につけておくってことですね。はい。こんな感じです。はい。今ここについてます。はい。で、上方移動していくんですが、柵があるとどうしても乗り越えないといけないので、その分腰痛めますので、このままやっていきます。じゃあ、体格が大きい場合どうやったらいいかなんですけど、できたら自分の手前に引くようなイメージ、斜め上に上げるようなイメージですね。こう引きながらこうですね。はい。で、こっちの手はできたら斜めに反対側の肩甲骨に入れながら、こっちはね、肩乗っててもいいし、ある程度浮いててもいいので、抜けててもいいので、ちょっと斜めにしておきます。この手の方向に力を入れるって感じね。斜め上で、こっちの手でお尻、骨盤に手を入れておきます。で、手前に引くようにすると、このままこうですね。はい。上に上げれます。はい。で、今ごめんなさい。枕取るの忘れてましたけど、枕を取ってからやってあげて、で、その後、枕を入れてあげる。はい。で、今斜めに引いたので、ベッドの端にかなり寄ってますよね。これを次、水平移動、真ん中にしてあげたいですけど、じゃあどうやったらいいかです。これもね、本来一番いいのは、ベッドに乗ります。はい。ベッドに乗って、骨盤に手をこう差し込んで、僕の体重で押してあげる。こんな感じ。はい。で、上体ですね。上の方も一緒。肩甲骨に手を入れて、このままこうですね。この時も手の力じゃなくて、体重で押してあげます。はい。そうすると、簡単に移動ができます。はい。この時ももちろん引っ張りすぎないようにしてください。はい。で、最後に足をまっすぐしてあげる。で、もちろん褥瘡とかならないようにね、こう、服のシワを取ってあげて、シワ取ってあげて、最後、背抜きですね。背抜きをしてあげると、綺麗に寝ていただくことが可能になります。で、もう一回だけこっち寄ってもらっていいですか。はい。今、ベッドに乗りましたけど、それができない場合ですね。その場合は、骨盤に手を入れて、さっき、肩甲骨でやったのと一緒で、押してあげます、こう。はい。ここで押してあげる感じ。はい。そしたら腰に負担かからないです。これを間違って手だけでやろうとすると、例えばこの左手ですね。左手がフリーな状態でやると重たいし、持ち上げてるので腰に負担かかるんですね。なのでできたらこのまま押す。このまま押す。ぐっと。ここで押してます。腰でね。はい。で、手前に引く場合も一緒ですね。もう。このままこう倒れるようにすれば簡単に動きますので、そのあたりは、うまく自分の体重を利用してやっていただきたいなと思います。で、最後にですね、このバルーン、もちろんこのベッドサークですね、こういった外したものは必ずね、元の位置に戻しておくっていうところはしっかり押さえてください。これでバッチリです。はい。ということで、今日は逆バージョンで、簡単にですけど、さらっと流す形になりましたが、異常から水平移動、上方移動、気虚動作も反対ですね、寝ていただくやり方を紹介させていただきました。特に尿バルーン注意点たくさんありますのでね、ぜひ気をつけてください。じゃあ鈴木さんからワンポイントアドバイスお願いします。そうですね、僕介護経験ないので、解除された側の意見で言うと、バルーンとかすごい気になると思うんですけど、最後上方移動した時に僕枕に激突したので、こうバルーンだけに聞い取られずに他のところもしっかりと気をつけていただけたら利用者的に嬉しいかなと思います。はい、すみませんでした。いいです。
で僕が、講師を担当しております、介護技術の基礎の部分の講師を担当しております、機能訓練スクールっていうものもありますので、もし気になる方は概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしてください。ということで、いつもコメント高評価ありがとうございます。これからも、介護技術を発信していきますので、チャンネル登録応援のほどよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。